たった一人のアメリカ人がロシア軍全体を大きく揺さぶっています。こう聞けばあなたは、アメリカの一人といえばきっとトランプ大統領だろうと思うかもしれません。しかし、ロシア軍を揺さぶっているのは政治家ではなく実業家です。アメリカで多くの企業を率いている実業家イーロン・マスク氏がロシア軍全体を大きく動揺させているのです。今回の動画ではそのことについて解説を行っておきましょう。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。世界中のニュースとともに戦争研究所のレポートなども交えつつ、ウクライナで今何が起こっているか、最新情報について解説を行っていきます。今回取り上げる話題の順番は、まず第一に政治外交、次に軍事の順番で話を進めていきます。イーロン・マスクの話は後半ですのでちょっとお待ちください。まず最初に政治外交の話をします。スイス・ジュネーブにおいて、ロシア、アメリカ、そしてウクライナの3者協議が行われます。アメリカからは、ウクライナに対して大幅な譲歩を迫るような圧力がかかっており、一方においてロシアは、そうしたアメリカの協力を得つつ、ウクライナをいかにして屈服させるかについて、粘り強く要求を突きつけています。ただ、こうした米ロの頭ごなしの交渉といったものに対しては、ウクライナの側にはヨーロッパ各国がついており、決してこのような降伏要求といったものを受け入れる状況ではありません。トランプ政権が誕生して以来、アメリカはウクライナに対する軍事支援を直接的にはもはや行っておらず、現在のウクライナを支えているのはヨーロッパ各国です。そのヨーロッパ各国がロシアを大いに脅威に思い、ウクライナに対する軍事支援を続けている以上、現在の戦線はかろうじて持ちこたえることができているのです。そして今年の冬は非常に厳しい寒さが続いています。暖冬だった頃の冬の攻撃といったものはある程度耐えることができたウクライナですが、今年の場合だと電力インフラなどに対する攻撃が非常に厳しい状態をウクライナ国民にもたらしています。電気がなければ暖房が効かないようなところもたくさんありますし、停電が広範囲に及べば、ウクライナ国内における経済活動もまたかなり抑えつけられてしまうからです。しかしそれでもなおウクライナ国民は、ロシアに完全降伏するような外交を行うのであれば、今の苦しい時期を耐えてでも徹底抗戦を続けるべきだとしています。ウクライナにおける世論調査は継続的に行われており、おおむね6割から7割の中盤あたりでこうした降伏は許さないというような世論が根強くあります。そうした意見もあって、現在のゼレンスキー政権は戦争を継続することができているわけです。ちなみにこうしたエネルギーインフラへの攻撃といったものを一時的にでもやめないかというような話し合いがロシア・ウクライナ間で行われる、そうした情報も入っています。ただしここにはロシア側のかなり自己都合も含まれていると戦争研究所のレポートは指摘しています。お互いに攻撃やめようねといったその期間そのものが次の攻撃に対する弾薬類の調達と配備を進める時期として利用されるのであり、決して純粋に休戦したいわけではないというわけです。ロシアがウクライナに対して電力インフラなどに対する攻撃を徹底的に行っている。その一方でウクライナもまたロシア側に対する反撃を行っています。1月のまとめなのですが、5カ所の石油精製所、8カ所の燃料貯蔵庫、2つの港、3つの海洋プラットフォーム、そして5カ所の発電所、7カ所の防衛施設に対する遠距離攻撃を実施しました。今日入ってきていたニュースでは、ロシアのイルスキー製油所に対する攻撃を行い、炎上した様子が住民によって撮影、ネットに動画が投稿されていました。戦争の終わりが見えていない以上、双方による遠距離攻撃はまだまだこれからも続くでしょう。一方で、ロシアによる遠距離攻撃はウクライナに対して行われているだけではありません。戦争研究所は、ロシア軍の攻撃はすでにヨーロッパ各国に及んでいると警告しています。ただしこれは、ロシア軍自体が行うわけでもなければ、ロシアのスパイが実施するわけでもありません。貧しい人などを中心として、もしくは反政府主義者を中心として、彼らにお金を渡し、彼らを暴発させるという形で犯罪行為を行わせ、それが破壊行為へとつながる。そのような形でヨーロッパ各国にロシアは手を伸ばしているというのです。戦争研究所はその破壊工作活動のためにワグネルの残党をロシア政府が使っていると指摘しています。一時期反乱騒ぎのあったワグネルですが、現在その組織は完全にロシア本体へと取り込まれています。ワグネルは世界各国傭兵を集め、そして非合法な活動も含めて様々活動していましたから、その組織全体を乗っ取って使うというのは今のロシアにとってはまだまだ使い勝手が良い存在なのでしょう。
東ヨーロッパやドイツなど、様々なところで、時々こうしたロシア側からの資金供与を受けた人が犯罪行為に及んで、それが逮捕され、しかしそれでもなお、ロシア本体へとは手が伸びない、そうしたジレンマといったものが発生していることなども報道されています。さて、それでは次に軍事情勢についての解説を行っておきましょう。戦争研究所の発表しているマップがこちら。赤く塗られている部分がロシア軍による占領地域です。2022年2月から始まったロシア軍によるウクライナ侵略。その後、激しい戦いが継続的に行われているわけですが、この縮尺の地図で言えば、戦線はかなり固定化された状態が続いています。もちろん、ちびちびとは動いてはいるのですが、ものすごい何百キロとかそういった単位でロシア軍が前進するといったことは近年ではありません。一方において、ウクライナ側も元々の国力差というものもあって、大反撃を行ってロシア軍を追い散らかすというようなこともできていません。ここには国力比がウクライナ1に対してロシア10であるという最初の条件といったものがいつまでも付きまとうものであり、どうしても小国が大国を完全に撃退するというのが難しい現状を示しています。ただ、ここ数日はウクライナ軍がピンポイントでロシア軍に対する反撃を行って領地の奪還といったものを行っています。AFP 通信より、ウクライナ軍201平方キロ奪還、スターリンク遮断影響か。2月11日から15日にかけて、ウクライナはロシアから201平方キロの領土を奪還した。ロシア軍のスターリンクへのアクセス遮断が影響した可能性がある。アメリカ戦争研究所のデータに基づく AFP の分析で明らかになった。奪還地域はロシア軍が2025年12月に前進した面積とほぼ同等。2023年6月の反攻以降、ウクライナ軍が短期間で奪還した土地としては最大となった。こうした状況について、戦争研究所は、ウクライナ軍の反撃は、ロシア軍のスターリンクへのアクセス遮断を利用している可能性が高い。ロシアの軍事ブロガーは、これが戦場での通信や問題を引き起こしていると指摘していると述べた。ここでようやくイーロン・マスクの話が出てきます。スターリンクというのは、アメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いるスペース X 社が提供している衛星通信サービスです。小型の通信衛星を約1万機今は打ち上げて、それらが地球の周りをぐるぐると回っています。そうした小型通信衛星との情報のやり取りによって地球の多くの地域において光ファイバー網のような物理的なラインがなくてもインターネットに接続することができるようになりました。このスターリンクは現在のウクライナの戦場においても広く活用されています。ウクライナにおいてもロシア軍においてもそうです。なぜならば前線においてはそもそも電力インフラそのものが破壊されていることも多く、地上の通信基地局も破壊されている。そうした状況においては一層衛星通信の方がよほど通りが良いというような状況があるのです。ただし、ロシア軍の使っているスターリンクは決して正規サービス品ではありません。ロシア軍が使っているスターリンクは基本的には、どこか正規のサービスが受けられる地域でアカウントのセットアップを行った密輸品ではないかと言われています。それをウクライナに持ち込んで、ウクライナ人が使っているかのように見せかけることによって利用しているのではないかと言われています。そうした状況といったものが続く中において、イーロン・マスクは決して積極的にこうしたロシア軍によるスターリンクを切断はしてきませんでした。ところが、ここに来て急にロシア軍側が使っているであろうスターリンクについて、すべてアクセス遮断を図ったというようなわけです。これによってロシア軍内部におけるインターネット接続網は9割方破壊されたのではないかと報道されています。それによって情報の連携が取れなくなることによって前線地域におけるロシア軍の動きがギクシャクとしたものとなり、作戦行動そのものに大きな支障をきたしています。そうした状況にあってウクライナ軍が横の連携が取れないロシア軍部隊を格好撃破する形で前進を果たし領地の奪還といったものを行ったのです。それが先ほどのニュースです。なぜ今になってイーロン・マスクがロシア軍側のスターリンクのアクセス遮断を行ったかについて、はっきりと正式な表明は行われていません。いくつかの報道記事においては、ロシア軍のスターリンク活用がどんどんと進むことによって民間人殺害が進んでいる。このことについてイーロン・マスクもさすがに無視できなくなったのではないかと言われています。例えば、ロシア軍によるウクライナ攻撃において、大型の突撃ドローンシャヘドが使われます。こうした大型の突撃ドローン、当初の攻撃方法としては、目標地点を定めてそこに向かって飛んでいく。ウクライナ軍の防空陣地を避けるために事前に設定したルートなどを元にして
目的地を向かう。その程度のものだったと言われています。ところが、こうした大型突撃ドローンに衛星通信機能を持たせれば、飛んでいる最中に目標を変更して、ここに攻撃しようと、ピンポイントで狙いを定めることができます。この犠牲になったと考えられているのが鉄道です。鉄道というのは人と物を非常に効率よく運ぶ交通機関です。一方において、最初から目的地を決めて飛ばしたのでは、移動している列車そのものを攻撃することはできません。駅に対する攻撃は以前から行われていました。しかし、ここ最近目立っているのは、移動中の列車に対するロシア軍の攻撃です。こうした攻撃を可能にしたのが、スターリンクによる衛星通信によって、ロシア軍の大型ドローンが移動中の列車を確認した上でそこに突っ込んで民間人を殺害している、そうした事例が増えているというのです。ロシア軍に対して、アクセス遮断を行ったことによる影響は非常に多岐にわたっています。なぜならば、ロシア軍は前線における連絡網としてスターリンクを組み込んでいて、もはやそれなしではインターネット網の再構築が難しいのではないかとすら言われているからです。さらにここにロシア側の弱点があります。それはロシア軍の装備それ自体を更新してこなかったがために、情報の連絡や共有といったものが非常に民間サービスに頼っているということが指摘されています。例えば今はインターネットに接続するための手段としてのスターリンクのアクセス遮断でしたが、その後、ロシア政府は情報の漏洩などを嫌って、連絡網には国産アプリである MAX というものに統一しなさいという話をし始めています。ところがこの MAX というのは性能が低く、不具合も多いと言われています。さらには、これまで兵士間で非常に頻繁に使われていた Telegram というアプリにおいても、ロシア軍の内部で使うなというような通達が出たようで、これによってますますロシア軍内部における情報連絡といったものがうまくいかないようになっているという話が出ています。本来であれば軍用の通信網といったものを整備しておかなければならないのに、そこにお金を全然かけてこなかったわけです。ちなみにロシアでは軍用のものであればある程度お金をかけて準備しようという計画そのものはあったそうです。しかしそれは、どうせ使わないよねか、もしくは民間サービスで使えるんだったらそっち使えばいいじゃないかと誰かが言ったのかどうかはわかりませんが、何にしてもアメリカ企業のサービスに頼りきりになっていたわけで、今初めて代替サービスがないということに大慌てになっているというのが現状です。次に軍事の話題としては、2025年に行われた NATO 軍との演習が話題になっています。2026年になって去年の話をするのもどうかなと思うのですが、最近になって明らかになった話題です。NATO 軍の演習において、ウクライナ軍の部隊が参加し、もはや無双とも言えるような、ものすごい打撃を少人数でウクライナ軍側が行ったというのです。その攻撃手段は、彼らが今戦場で巧みに利用しているドローン戦術です。戦場における戦いで多くの死傷者を出している、もはや主力兵器の一つとなったドローン。そのことそれ自体は概念としては多くの国々で知られています。砲撃戦が非常に火力面では重要ではあるものの、それにプラスする形でドローンといったものはもはや欠かせない存在となっています。そして、ウクライナ軍が演習において圧倒的な強さを見せた理由というのが、実際の攻撃につながるまでのその意思決定の速さです。ドローンで偵察して、すぐさま攻撃用のドローンにスイッチする。その速さたるや NATO 軍の演習に参加した部隊を圧倒し、ことごとく部隊を壊滅させることができたというのです。一方です。演習に参加した NATO 軍兵士たちも決して訓練をしてこなかったわけではありません。しかし彼らの感覚としては、まだそうしたドローンが戦場を支配しているという状況について全く対応できていませんでした。林の中に車両を隠しておけば、それでいいという考え方は、以前であれば地上目線で言えば隠れている状態であり、そんなに気にしないでもよかったかもしれません。しかし小型ドローンが戦場でくまなく捜索、偵察できるような状態になった時には、もはや大きな車両は木陰に隠しているだけでは不十分です。しっかりと偽装をして、空から見えない、空からわからないようにしておく必要があります。そして意思決定の遅さといったものもウクライナ軍側とかなり大きな差が出ました。NATO 軍部隊はそれぞれ上官等に連絡を取った上での作戦行動といったものを取ることを前提としていたこともあり、ウクライナ側の攻撃に対して全く手も足も出ない。その場で対応するしかない。そしてそのようなことをしていれば、次々とドローンがやってきて攻撃が継続されて全滅判定を受けるというような状況に陥ってしまったのです。非常に長い期間戦争を戦っているということは、それだけ
け現実における戦いを部隊運用にも適用することによって、ウクライナ軍は形式的な訓練だけを行ってきた NATO 軍よりも、はるかに強力な存在になっているということを証明したわけです。そしてこのことを見て、ウクライナ軍強いなというような話だけで終わってはいけません。なぜならば、ロシア軍もまた彼らと戦っている状態が継続的に行われており、彼らもまた戦術面でレベルアップが続いている。このことを忘れてはいけません。そしてこのことは他の情勢にも影響を与えるものです。なぜならば、ロシアの友好国として中国があり、そして北朝鮮もまた実際に戦場に兵士を派遣して、こうした戦術を目の当たりにしました。彼らの間で戦場における教訓、部隊の運用方法、ドローンの活用方法など様々な面で、ロシア側から情報が大金を持って売られている可能性があります。ただで売ることはないでしょう。ですから、侵略国家が戦いを続けるということ、それ自体が他の国に軍事技術の流出を招き、日本にとっても決して人事ではないというわけです。ちなみに日本においてはつい最近衆議院選挙が行われましたが、この時に左派リベラルからは高市政権に対してこのまま防衛費を増強させることは日本が戦争への道に突き進むことだというような政治宣伝工作が行われました。現実問題として今起こっているのは、中国による軍拡が今もなお継続的に行われていることです。2000年代に入ってからの中国は、年平均で言うと7から 8% 程度の予算の増額といったものを継続的に行うことによって、常に兵器の更新と開発を繰り返してきました。通常戦力に加えて、核戦力などについても増強しています。今日入ったニュースにおいても、原子力潜水艦をさらに増やそうという計画が実際に前へと進んでいることを報じています。核戦力の増強に関しても弾頭の製造に非常に力を入れており、アメリカのトランプ大統領も米ロだけで核戦力を削減する話し合いをするなんてナンセンスだ。中国を見てみろ。あっという間にアメリカやロシアに次ぐ核大国として育ち、そのうち米ロに追いつこうとしているぞと警告しています。今のロシア軍はアメリカの実業家イーロン・マスクがスターリンクへのアクセス遮断を図ったことにより、ロシア軍の情報統制といったものが乱れています。ウクライナとしてはこの時期にピンポイントで反撃を繰り返して領土を奪還するといったことも大事ですし、同時にロシア側の攻撃の手が緩んでいる間に少しでも疲弊している兵士たちを休ませる期間も必要かもしれません。そして忘れてはならないのが、日本においてはロシアによるウクライナ侵略は戦争の日常化に伴って大きく伝えなくなりました。一方、ヨーロッパ各国にしてみれば、ロシアによるウクライナ侵略は目と鼻の先で起こっている事実であり、ウクライナに対する支援は継続的に行われています。日本の感覚だけで、もうウクライナに対する支援はどこもやっていないんだなと思っているのであれば、それは大きな間違いです。ウクライナが踏みとどまっているのは、ウクライナ自身の戦う意思とヨーロッパ各国の支援といったものが継続的に行われているからです。ウクライナに対する砲弾支援の枠組み、チェコのパベル大統領が多くの国々に声をかけて継続的な取り組みを行いました。パベル大統領の言葉によれば、ウクライナに対する砲弾支援は計400万発を超えていると言います。どこの国、どこの企業がそうした砲弾製造、そして納入に携わっているかをチェコは明らかにしていません。しかし、ロシアに売るのではなく、EU 側に砲弾を売ってくれる国々があるというのもまた水面下の事実として存在することを忘れてはならないのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。日本の地上波ニュース報道においてはウクライナ情勢についてほとんど取り上げてくれなくなりました。だからこそインターネットを使ってウクライナ情勢今どうなっているかについての情報の更新を進めていってください。ロシアによるウクライナ侵略はウクライナに対する攻撃というだけではなく、戦争そのものに対するハードルを下げるという国際秩序の破壊をもたらしました。ロシアによる侵略を見て、他の国々においても同様の行為を行うことが、非常にたやすくなってしまった状況を生み出しているわけで、だからこそ、ウクライナに支援し、ロシアを疲弊させ、その侵略行為そのものにストップをかけるということが重要なわけです。そのことをぜひともご理解ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。